私の嫌なこと、失敗って描写力とか発想力とか技術的なことばっかり考えてた。でもそうじゃなくて嫌なことか。全然いい絵にならない。違う、こんなんじゃない。違う。言いたいことがあるのにうまく言えないみたいな感じがする。エナが言いたいことはこれで全部なの？私が言いたいこと、伝えたいことを表現できないこと、表現しきれないことが一番嫌。そっか。私にとっての失敗はそれなんだ。なんだ。確かに考えてみればシンプルだったかも。じゃあ失敗作を書くためには伝えたいことを表現できないものを作ればいいってことだけど、そもそもずっとそれができてないんだし、狙って作るのは難しいよね。結局同じところでつまずいちゃうな。考えてても何も始まんないよね。私にとっての失敗は分かったし、一回頭をクリアにして書いてみよう。私にとっての目印、それって何なんだろう。この前は絵を描く場所って意味で教室の看板を選んだけど、同じモチーフを選んだ双葉の絵は私よりずっと考えられてた。私も伝えたい思いを込めるためにちゃんと目印を考えなきゃ。でもそれって何なんだろう。目印、私にとっての目印。ダメだ、全然出てこない。考えすぎて頭ぼーっとしてきたな。冷蔵庫にケーキがあったっけ？ちょっと糖分補給しよった。ついでに食べてるところ撮れば映えそうだし。スマホ。もうまた。もうこんなことしてる場合じゃないのに。通知？誰だろう。歌詞できたんだ。って、もしかして私のラフ待ち？そっか、最近課題優先してたから早くラフ書かなきゃ。やることいっぱいだな。でもちょっと肩の力が抜けた気がする。なんでだろう。ニーゴのみんなと一緒にいるといつも気持ちが落ち着くんだよね。一人で書いてると悩んだり迷ったりして気持ちがぐちゃぐちゃになっちゃうのに。ありがとう。課題が落ち着いたらすぐに書いて送るね。と。きっとこうやってみんなが待っててくれるからだろうな。みんなだったらどんな私でも受け止めてくれる。いつでも帰ってこれるって思うから。だ
から私も迷わないでいられるんだ。そっか。これが私の。これにしよう。私にとっての目印はナイトコードの画面。私が悩んだり迷ったりして不安定になった時、いつでも帰ってこれる場所としての目印だから。絵的には暗い部屋に置かれたパソコンに画面だけが浮かび上がってる感じにして、ナイトコードの存在感を強調しよう。じゃあこれを失敗作にしなくちゃ。意味が伝わらないように書く。難しいな。じゃあこうするのはどうかな。置いてあるのがパソコンだってわからないくらい真っ暗にして、画面だけ思いっきり光を強くしてみるとか。これだったらパソコンだってわかんないし、そもそもナイトコードの画面も見えないから意味も伝わらないかも。あれでもやっぱりちょっと画面の光を落としたら全体が真っ暗なおかげで不安定な気持ちをナイトコードが照らしてくれてるように見える。これ私が想像してた絵よりもいいかも。暗闇の中で迷わないように照らしてくれる目印っていうのがちゃんと表現できてる気がする。これじゃ失敗作って言えないよね。それじゃあ次は構図から変えてみようかな。新しい紙を用意してっと。視認性を悪くするためにパソコンの数を増やしてみたけど、これパソコンの数を4台にすれば2号みんなが目印みたいになるかも。こうやってパソコンの形とか色を変えて、一人一人違うけど違うから一緒にいられる。誰かが苦しい時は誰かが心をつなげる。そうやってみんながみんなの居場所、目印になる。そういう風に受け取れるし、私が伝えたい目印が強調される気がする。これも失敗ってわけじゃないな。じゃあ次は、そうだ、いっそパソコンを崩しちゃうのもいいかも。そうすればさすがに私が伝えたいことも伝わらなくなっちゃうだろうし。よし、壊れて崩れちゃったパソコンを書いて、基板とか部品書くのちょっと大変だけどしょうがないか。崩れたパソコンにナイトコードが映ってるって絵にしてみたけど、これパソコンが私だとしたら、メンタルが崩れちゃった自分を支えてくれる25って感じるかも。不思議だな。失敗作を作ろうとしてるのに、見方を変えたりちょっと手を入れれば全然失敗作じゃなくなる。それだけじゃない。もともと私が描こうとしてたやつよりも良くなってる気がする。なんでだろう。確かに失敗でしか見えないものがあるなって思ったんだ。
私はうまくいかなかった時、どうしてこの音じゃダメなのか、どの表現ならいいのかって考えるんだけど、そうやって正解を探してると、何が正しいのかわからなくなってくるんだよね。そういう時に、そのやり方は役立ちそうだなって。あ、奏が言ってたことって、こういうことなのかな。失敗でしか見えないものか。